ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバノノババンババンバンバアビバビバビバババンババンバはあビバノノあれぐちゃ一人占めはい、藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に映っておりますのが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん、チャットランのまさるくん、画面に収まっておりませんが、白茶のゆりさん、白黒のくーたくんと、くーたどこ行った？いた。我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。あ、こんなかね、たまちゃんね。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ可愛いな。我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい、ネギタは相変わらず空のお皿を舐めておりますね。ちょっと舐めましたかね。今日は夕飯残ってたからあげなかったんだよね。そしたら空になってたので、今日はチュールにしてみたよ、久々にな。さいさん、はい、皆さん、お正月気分は抜けましたか？今夜も楽しくいい夢見られるライブをウキウキウォッチングでございます。ありがとうございます。では、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。はい、ぐーちゃん。まーちゃん、映んなくなっちゃったな。みんないるけどな。ジャスティース。今日は塩入りのお湯かな？ね、今日も昨日と同じで、夕方にコーヒーをガブガブ飲んでね、お湯足りないかなと思ってさ、沸かして足したんだけど、なんかポットにいっぱいになっちゃったんだよね、思いがけずね。あれ、そんな飲んでなかったんだと思って。だからまあ夕飯代わりにさ、スープをね、作って飲んだんで、それで減ったかなと思ったけど、まだあったかい状態だな。今日はちょっとね、塩が塊でポトって入っちゃったんで、しょっぱめの塩入りのお湯でございますよ。さゆりさん、今夜はホットおしるこドリンクプラス、栗きんとんの謎のスイーツでジャスティース。栗きんとんの謎のスイーツ。あ、
栗きんとん余ったから、それでなんかスイーツ作ったみたいな、そんな感じか。ヨンさん、ジャスティス、おいっす。ありがとうございます。カニタさん、ジャスティス、ありがとうございます。ね、で、今日は、土曜日か。今日は土曜日でね。そう、今日もだから晴れてるからね。農協でね。今日はキャベツ売ってるかしらと思って一応農協を覗いたんだけどね。今日は農協休みだったね。お休みかってさ、なんかわかんねえな、農協。いつがやってて、いつが休みなのかなんだかさっぱりわかんねえなって思ってね。今日は土曜日だけど、農協やってなかったな。今日旗日なのかな、もしかしたらなんかのな。はい、入らないのか、ゆりたんはね。ゆりたん入らない。はい、入る入らない入んないはい、入りました。ね、今日はあったかいんだよね。今日はあったかいっていうかさ、うちにいると寒いんだよ。うちでさ、じっとしてる分には寒いんだよ。まあ、うちじゃなくても外でもね、外でもじっとしてるとさ、寒いんだけど、動くと暑いっていうのかな。だから最初家出た時は普通に寒くてさ、ダウンしっかりさ、前閉めてさ、出かけたんだけどさ、帰りはね、結構歩いたんだよね。で、歩いてるうちに暑くなってきてな。なんか帰りは暑かったんだけど、ただやっぱりうちでね、じっとしてる分にはね、普通に寒いんでさ、いつも通り、寒い感じだったけどね。でも今、このヒーターつけたらさすがにヒーターはちょっと暑いな、みたいなね、感じ。だから今日は塩入りの水でよかったかもしれないっていう感じかな。ね、たまちゃんかわいいね。かわいいたまちゃんのお顔映ってなかったな。ヒーター前が。でも、あったかくても相変わらずぐーちゃんはヒーター前でね、ひっついてるな。ヒーターの、ストーカーやってるな、ぐーちゃんはな。お顔が見えてないけどな。さゆりさん、藤子さん、ぴょんさん、カニタンさん、こんばんはでございます。カニタンさん、もち入りおしるこを明日食べる予定でさ、いいな。羨ましいな。さゆりさん、おしるこプラス栗きんとんは意外と美味しいですよ。そうなんだね。まあ、甘いのが好きな人は別に大丈夫だろうな。ハニダンさん、栗きんとんは持ってないっすね。栗きんとんもあったら最高だよな。あれだろ栗蒸し羊羹的な、そんな感じだろまどかさん、皆さん、こんばんは。今日もやるべき家事をやらずに、上民。漢字読めない。続き、いいんじゃないの？やるべきことなんて何もないんだから、いいんじゃないの？さゆりさん、カニタンさん、ナイスですね。ね、明日はおしるこを持ちしること予定が入っているんだな。羨ましいな。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソは本日もしぶとくやっておりますよ。で、最近さ、ああやってさ、ゆりたんのさ、おしっこシートをさ、ひっくり返しちゃうんだよな。マチャがさ。で、ゆりたんがさ、おしっこできないっつってさ、騒ぐわけよね。参ったな、あれ。もうどうしたらいいの？全然、おしっこシートと意味ねえじゃねえかよっていうのでな。どうしましょうっていう感じですよ。犬みたいにね、なんかシートをさ、敷くためのなんか装置あるじゃん。なんかあれにしないとダメなのかしらみたいな感じよね。どうだっけ、大吉さん、今日は京急ブルースカイトレイン青ラッピング車両に乗りました。あ、そういえば今日私もなんかね、青いやつ、なんだ、南国の島みたいな、なんだ、ウミガメとかのさ、絵が描いてある青い電車に乗ったな。で、中が、何島だっけ？那覇の一個手前の島になんか行こうみたいな感じの宣伝の電車に乗ったな。で、そこに行くのに、
なんか1時間半かなんかかかるらしいんだよ、那覇から。そんなかかんのみたいな。那覇からじゃなかったかな。鹿児島から1時間半だったかな。なんか、那覇から1時間半だった気がしたけど、ずいぶんかかるんだね、と思ってさ、と思ってな。なかなか日本っていうのは広いもんだなと思いましたよ。それ見ててさ。ぐーちゃん、ぐーちゃん動きがなんかな、なんかネズミかなんかみたいなんだもんな。さゆりさん、栗きんとん買いすぎてしまったので羨ましいな。使い道迷ってますね。おかずにならないしさ、甘いからさ。甘いからおかずにならないしね。だからとスイーツと言って、まあスイーツっていうね、位置づけではあるけどさ、スイーツって言ったって結構甘ったるいしね、飽きるしねっていう感じなんだよな、栗きんとんってな。ねえ、まどかさん、ダミンです。ダミンなんだね。ありがとうございます。さゆりさん、まどかさん、大工さん、こんばんはでございます。はい、猫が、こたつ猫が、無事収まりました。あっち行っちゃったのかな。今日もぐーちゃんしか楽しめない感じかな。さゆりさん、まどかさん、大工さん、こんばんはでございます。大工さん、というか、昨日 LINE デリア、動いてました。最近あったかいからね、で、人が多いと動いてたりするのかな。大工さん、今は、なぜかフォークリフト気になっていますが、LINE デリアも健在です。フォークリフトは車のフォークリフトのことでいいのかな。フォークリフトって車じゃないんだっけ。UFO キャッチャーみたいなやつ違うな。乗り物のフォークリフトのことでいいんだよな。まあ気になる気持ちはわからないでもないけど、電車ではないよね。ケンタマさん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。で、今日は農協のところまで話したのか。別に話さなくていいんだけどな。で、今日はお買い物日和にしようと思って、まあ土曜日だからね、人がいっぱいいるから混むから嫌だなとは思ったんだけど、昨日な、具合悪くてさ、昨日胃が痛くてな、胃が痛くてやられて全然動きにならなかったんでさ、ね、で、昨日は買い物行かなかったんで、だから買い物行かなきゃなと思ってね、で今日は買い物日和にしようと思って、で、昼間というか朝っぱらからね、ちょろっと出かけたわけよね。ちょっと出かけちゃう。だから農協行っちゃ帰ってきてみたいな感じのさ、行動パターンなんだけど、ただね、なんか朝っぱらからいないとさ、どっか行くんかいっていうので、にゃんこが不安になるみたいでね、なんかいちいち帰ってくるたんびに猫、騒ぐわけよ。もう忙しいな、みたいな感じでね、ちょっと出かけただけじゃんかよっていうので、でね、ほら、フニータのさ、また出店ね、3月にさ、フニータの出店やるから、で、そうだと思ってね、この前のデザフェスの時もさ、フニータとか、まあ、フニータじゃなくてもね、メルカリとかで買ってくれた人に、まあ、ハンドメイド興味ありそうな人にね、まあ、チラシっていうのかな、何月何日どこどこでね、出店するんで、来てくださいね、みたいな紙をさ、入れてたんだよね。で、そうだと思って、それまたやんなきゃと思ってさ、で、それを作ったんだよね。で、プリントはしてなかったんだよ。昨日行こうと思ったけど行かなかったからさ。だから、そうだ、プリントもしに行かなきゃと思って、プリントしに行って、で、帰ってきて、で、猫騒いで。クータかな、今日はね。今日はクータがいち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 ね、どこ行くんだよっていうのでね、付き合ってくれてたんで、もういるじゃねえかよっていうのでね、で、プリントしてきて、で、切って、10枚ね、作れるように、1枚にプリントしてきてさ、コピーしてきて、カラープリントっていうのかな。で、どうしたんだったっけな。猫の砂ね。猫の砂、そうだ、備蓄用になんか買っといた方がいいかしらと思って。で、またね、目の前のドラッグストアで、
猫の砂が30%引きの1個あったから、あれ、2個だけど買っとくかと思って、で、買いに行ったんだよね。で、買いに行ったんだけどさ、粒がね、小さいやつだったんだよ。で、今ね、粒小さいやつ、やっぱりそれで買ったやつなんだけど、使ってて、まあ、粒小さい方のがさ、にゃんこ的にはね、普通の砂みたいな感じだから、いいんだろうけど、だから1個だけね、粒大きいやつがあって、粒大きいやつのトイレはね、全く使ってないんだよね。で、粒が小さい2台だけでさ、使っててさ、もう下のシートびっちょびちょになっちゃうんだけど、でもね、散らかんで、すっごい散らかんでよ。だからもうね、気になるたんびにね、もう拾って戻してんだけど、でもね、すぐ散らかっちゃってね、うちの中、もうね、砂だらけなんだよね。でさ、そんだけ気になって拾ってるにもかかわらずさ、膝ついた時にさ、その砂が、踏んづけちゃって、もうね、激痛。もうね、激痛でさ、膝でね、砂踏んづけちゃって、もう二度とこの砂は買うかって思ったんだよね、その時にね。で、それが30%引きだったんで、普通のやつじゃないのか、あれか、と思ってな。どうしようとは思ったけど、いや、でも膝の激痛考えたらちょっと嫌だなと思って。その砂は買わずじまいでね。で、杉薬局でさ、砂、普通の砂ね、が、15%引きのクーポンがあったんで、じゃあそれ買いに行こうと思って今日はさ、まあ午前中から電車乗って杉薬局に行ってさ、砂買ってきてな。で、帰ってくるとクータが騒いでっていうさ、そんな感じで、今日は外にね、帰ってきてみたいな感じだったんだよね。なんだっけ。てんたまさん、藤子さん、皆様こんばんは。さん、てんたまさん、こんばんはでございます。私も年明けうどんいただきました。おー、いいね。てんたまさん、けんもちさんに、めいくん、香川県民の称号を与えましょう。やりましたね。さゆさん、てんたまさん、ありがとうございます。さぬきうどん、極めないと。さゆさん、ペットショップで猫ちゃん用のおせち料理売ってまして、そうなんだね。ハートで見えないぞ。売れ残りがあったんだ。違うか。売れ残りのおせちを、ペットショップでペット用のおせちっつって売ってたってこと？そうじゃないかな。ペット用のおせち、見た目がじゃあおせちっぽいけど、まあ大体チュール的なもので作られてるみたいな、そういう感じなのかな。まあいろいろ考えるよね。かまぼこと卵焼きがありました。その他はよくわかりませんでした。まあね、かまぼこは練り物だから魚系の食べ物だし、まあ卵焼きもまあタンパク質だしっていう感じだよね。まああとカリカリとかそんな感じなのかね。ね、あとはまあ煮干しもいけるかもしれないな。煮干しが田作りだっけみたいな。あれか、栗きんとんはどうしようか。あと何があったの？鬼しめか。鬼しめはちょっと再現が難しそうな感じするけど、どうなんだろうね。で、なんだったっけな。出かけて、で、帰ってきて、で、クータがさ、なんか不安症みたいになってるからさ、しばらくいてな。で、じゃあもう一回今度は2時になったら出かけようと思って寝てたんだけどさ、寝すぎてさ、2時半だったんだよね、気づいたらね。もう2時半だよと思って、もう行かないと日が暮れるよと思ってさ。で、ほら、明日ね、SL に乗るからさ、で、SL に乗るのにさ、現金じゃなきゃダメなわけよ。で、現金がないからどうしようと思ってたんだよね。で、そうだ、ハードディスク売りに行けばいいんじゃないと思って、で、ハードディスク売れるかな、いくらになるかわかんない。その SL の金額に足りるかどうかわかんないけど、足りてくれるとありがたいなと思ってさ、売りに行ったわけよね。
で、どこに行こうと思ってさ、探したりとかしてさ、まあ、それにちょっと時間費やしちゃって、疲れて寝ちゃって、寝すぎたみたいな感じだったんだけど、で、ああ、そうだと思ってね、メルカリで売れてない靴があるわと思ってさ、その靴もね、売りに行こうと思って、でね、今までトレジャーファクトリーってさ、なんか雑貨かなんかのお店かなと思ってたんだけど、洋服の、なんか中古の洋服のお店みたいなんだよね。でね、そこに靴売りに行けばいいかと思って、まあ、多少でもね、少しでも現金にしたいと思って、少しでも現金にしたいと思って、いくらかになってくれればいいからと思って、まずはトレファクに行って、靴を売りに行ったんだけど、なんかね、2時間かかるって言われたんだよね。で、おう、そうかと思って、まあでもね、私はこれからハードディスク売りに行かなきゃいけないから、まあそれ売りに行って帰ってくるくらいで、ちょうどいいかな、どうかな、みたいな感じだったんでね。で、現金欲しいしさ。その靴持って帰るのも嫌だしさ、みたいな感じでね、はい、みたいな感じで、お願いして、でね、出てきた街の番号がさ、444だったわけよね。まただと思ってさ、私よく4のさ、3つ揃ってるね、エンジェルナンバーっていうのかな。444をさ、よく見かけんだけどさ、まあ444じゃなくてもさ、44だったりとか、なんかとにかく4の並びをさ、よく見かけるっていうかね、集めちゃうんだけど、またかと思ってさ。今年もか、みたいな感じ。今年もテーマは444なのかいっていうくらいな、なんか444のね、番号札っていうのかな、もらって、でね、ハードディスクじゃ売りに行くかと思って、今日はさ、秋葉原に行ったんだよね。で、秋葉原さ、やっぱりな、土曜日の秋葉原すげえ人いるな。もう本当にさ、なんかすごいいるじゃん。どこが少子化なのって思うくらいにさ。まあ人がいっぱいいるわけよね。外人さんばっかだけどさ、相変わらずな。でね、なんとか迷いながらっていうか、まあ行けたかな、大体な。で、でね、なんか最初にホームページ調べた感じだと、なんか同じものは1個しか売れないみたいなこと書かれてて、で、ハードディスク3つだからさ、3店舗まあ、秋葉原なんでさ、なんか何店舗かあるみたいなんでね、まあ、もし最悪1個しか売れないとしたら、もう、はしごするように3店舗ぐらい、検索して、で、行ったんだよね。で、最初のお店で、全部売れたんだよね。で、なんだ、よかったと思って、住んでよかったと思って、で、20分ぐらいかかりますって言われて、20分かと思って、だったら別にいいやと思ってね。なんか全部売れたし、20分で済んだし、で、外で待ってたわけよね。で、トレファクの方のさ、なんかね、QR コードで読んで、買い取りがね、完了したかどうかっていうのがチェックできるっていうやつ、それをさ、読み込んでみたんだけど、なんかもう終わってて、あれ終わってんじゃん。なんだ、2時間って言われたけど、ね、あっという間に終わってんじゃんと思って、じゃあなんか別にどっかで時間したりとかしないで、ね、回収しに行けばいいんだな、なんて思って、で、まあ、秋葉原ではね、だから寒くなくてよかったな、今日と思ってさ、ね、20分待って、行ったらね、そこでももうね、査定は終わってたみたいで、で、なんかね、担当してくれた人が新人さんなのかな。なんか緊張しながら、手震えながら手震えられると、こっちもなんだか不安になるんでやめてほしいんですけど、みたいな感じでね、なんか緊張しながら対応してくれて、でね、一応ね、そこそこの金額っていうのかな。とにかくね、SL 乗れるぐらいのお金にはなってほしいよと思ってたわけよね。だからまあ2000円以上になってくれたらありがたいけどと思ったら、ちょうどね、そんくらいの金額になったんだよね。で、よかったと思ってさ、いかがでしょうかって言うから、お願いしますって言って、でね、お金変えて、で、できればね、靴の方もね、まあ500円ぐらいになってくれると
ありがたいんだけど、まあ500円にならなくても、数百円になってくれればありがたいんだけど、と思いながらさ、トレファクにね、寄ってさ、行ったら、でね、最初に、アプリをダウンロードね、して、登録して、やると、買い取りが20%アップとかっていうね、クーポンがあって、で、そのクーポン使ってね、で、査定してもらったんだけど、まあ、なんと60円だよ。100円にもならんのか、みたいなね、とほほっていう感じでさ、まあでも持って帰るのは嫌だしねっていうので、それで OK にしてね、もうとにかくちょっとでも現金欲しいよと思ったから、1円を洗うものは1円に泣くからな。だからちょっとでも現金になってくれればありがたいよと思ったんで、それでお願いして、ただね、60円じゃさ、今後、だからね、アプリダウンロードしたし、だから会員登録したっていうの。ね、で、まあ、クーポンとかもあるみたいだから、なんかいいかなと思ったけど、まあ、その金額じゃさ、往復してな、なんかその手間考えたらさ、ちょっと今後は利用なしかなと思ってね、さっきアプリ消したけどさ、みたいな。私の人生初のトレファク体験でございましたっていう感じ。ねえ、さゆりさん、かまぼこと卵焼きがありました。その他はよくわかりませんでした。読んだんだっけ？てんたまさん、現金しか使えないのにな。現金ないのはきついそうなんだよね。だからちょっと多めに持っときたいじゃんか。金額調べてるから SL でいくら使うなっていう、だいたい2000ちょいぐらい使うなっていうのは分かってたんだけど、ただ他のさ、高額鉄道の方もさ、もし現金のみだった場合にやばいから、それも賄えるぐらい。だから3000円ちょいはちょっとね、最低でも現金で欲しいよと思ってたわけよ。で、まあ今ね、現金2000円ちょい、手に入れたからさ、2000円ちょい手に入れたんでね、あとはまあ500円貯金があるんで、だから最悪500円貯金でね、全部賄うしかないと思ってたんだけど、一応ハードディスクが2000円になってくれたおかげでね、あと500円玉貯金はね、2枚ぐらい、500円玉持っていけば、まあなんとかなりそうかな、みたいなね、ところになりまして、一応明日はSL 乗れるかな。みたいなね、ちょっと不安が解消されて、安心できてよかったよっていう感じよ。それじゃあ、私はクレジットカードなどは、持っていないので、逆に現金払いのみですね。現金払いが一番、楽よね。楽っていうとどうだろうな。わかんないけど、確実だよね。まだほら、日本ってね、現金じゃないとそうやってさ、ダメなところがあるから、そうすると現金ないとやっぱりね、辛いんでさ、現金持ってればとにかくいいわけじゃんっていうね、そういう、だから考え方的な楽さっていうのかね、慣れちゃえばピッてやるだけだからさ、支払いは、まあ QR とかがね、楽だったりするけどね。もうなんだろう。ここはあれで払って、ここはこれで払って、で、ここは現金で、みたいな、そのね、使い分けっていうのかな。それがややこしくないもんな、現金だったかな。ねえ、てんとまさん。クレジットカード持っていないと、ネット決済とか難しいのではね、その辺がめんどくさいんだよね、クレジットカードない場合はね。さゆさん、そうですね。ネットでの買い物はしていません。なるほどな。それこそ、あれだね。節約になるかもしれないね。ついついポチっちゃうもんな。ネットで買い物するとな。てんたまさん。そこそこの値段になってよかったそうなんで。ちゃんとね、
ちゃんとできるようになってんだよな。てんたまさん、古着の買い取りは安いですよね。そうそう。あ、そうだった、そうだったと思ってね。前はね、よくだから嫁やってた時はさ、もう不用品がいっぱいあるんでさ、もうね、ちょっと見つけちゃさ、もう邪魔だと思って。売りに行っていたわけよね、いろんなものをね。で、その時はほら、値段とか気にしてないから、とにかく、物を減らしたい、物を減らしたいって一心だったから、とにかく値段気にしてなかったんだよね。で、そうだ、ああ、そうだったと思って、すげえ確か安かったよね。そうだ、ブックオフとかもさ、ね、本を売るとき、びっくりするほど安いんだよね。自分が想像してる以上に安いんでさ、まさかその金額っていう金額提示されるんで、ってなるんだけどね。まあ、持って帰るの嫌だしね、また元に戻すの嫌だしねっていうのでね、あ、いいですよってことになるんだけどさ、あ、そうだった、みたいな感じだったな、今日な。てんたまさん、シャツとか5円10円当たり前ですからね。ね、そうだから今日持ってた靴はさ、新品の靴だったわけよ。新品なんだけど、サイズが合わなくて、あ、これ履かないやつだなと思ってさ、履かないやつだなと思ったんだけど、メルカリでも売れないし、で、ほら、かさばるからさ、送料かかっちゃうからね、そこそこの値段で売らないと、赤字になっちゃうからさ、そうすると売れないわけよね。でもこれ、履かないしなと思って。でもほら、返品する期日はさ、もう過ぎちゃってるから、ね、どうしようみたいな感じで、まあ、いくらでも何百円かになればいいかなと思ってたら、まさかの60円でさ、でも1円笑うものは1円に泣くからなと思ってな、泣いてんじゃんもんな。泣く泣く、売ってきたよっていう感じ。5円とか10円なんだね。そうなんだね。まあそうだよね。でなきゃだって安い値段で売ってるもんな。安い値段だけど、でもね、やっぱり古着だから、そんくらいの値段だからまあ買うけどさっていうところあるもんな、消費者としてもな。それであんだけの従業員をね、雇ってやってるわけだからね。まあそうなるよねっていう感じだよな。カニタンさん。忙しくても買い物行けないときはネットが便利だし、生協もLINE 注文し、週1で届けてもらうという生活をしています。ああ、すげえ、セレブだぜ。セレブだな。なんだっけ、ウーバーイーツとかね、ウーバーイーツとかね、なんか普通に日常にポチってできる人な、あ、セレブだなって思うんだよね。てんたまさん、ネットショッピングしなければ、昭和の金銭感覚が身につくかもですね。そうだね。そう、ネットショッピングしちゃうとな、またそっちはそっちの世界があるもんな。さゆりさん、今日のアンケート、停電はしたことある方が多いですよね。あ、そうだね。はいが100%だ、すげえ。うちの何度かありますが、落雷が原因の時が多いでしょうか。そうだね。うちもそうだ。停電はしたことなかった気がすると思ったけど、落雷はね、一回あったんだよね。で、落雷で、なんかね、ガスか。なんかガスが止まっちゃったんだよね。なんか停電なかった気がするんだけど、なんかガス止まっちゃって、なんかガス出なくなっちゃって、いや、参ったなぁと思ったんだよね。で、水道のところ開けたら、なんか落雷の時はここがこうなるから、なんかこういうふうにして復旧してくれみたいのちゃんと書かれてて、ああ、なんだ、復旧、復旧っていうのがあったのかと思ってね。で、それの通りやったら、お湯出るようになって、
ああ、よかった、みたいな時があったけど、でもってことはね、なんか停電もしてたのかな、あれかな、電気使ってない時間帯で落雷したのかな。なんかそれっきりお湯出なくなっちゃって参ったなと。一人パニック状態だったんだけどね。なんかね、そう、落雷で一回、不便な経験はしたけど、なんか停電の記憶はないんだよね、うちはね。ほら、計画停電っていうのはあったけど、うちはね、対象外っていうのない地域だったんだよね。だからね、停電経験したことないんだよね。実験はやったけどね。停電実験はやったけど、実際の停電でね、なんだ、困った経験は確かしたことなかった気がすんだよなって思うんだよね。てんたまさん、カニタンさんはセレブだよな。セレブだよね。せいさん、いいな、セレブ。まあ、現金は現金で逆にそれはそれでセレブだと思うけどね、私はね。ほら、QR 決済とかそういうネットショッピングってさ、いろいろとさ、クーポンだったりさ、あるじゃんか。で、私はそういうなんかちょっとしたね、お得感が好きでさ、お得感にはまりな。それで買い物してるとこがあるからさ。ね、だから、現金だとそういう割引一切ないわけじゃんか。それはだからね、現金で支払える人っていうのはセレブだなって思うよね。さゆりさん、今日、東京都から東京都オリジナル防災ブックというのが届きました。ああ、あったね、そういえばね。うちも届くのかな、そしたらな。地震の時の対策とか、詳しく書いてます。そう、前になんかそんなんもらったことある気がするんだよ。で、うちほら2件分だからさ、なんか2個くれるんだよね、いちいちそういうのさ。いらないんだけど、いらないんだけど、と思いながら、一応なんか防災のだから、捨てちゃまずいかな、みたいな気がして、で、しばらく置いてあったんだけど、まあ、2冊はいらないかと思って1冊捨てて、で、1冊はしばらく置いてあったと思うんだよね。で、その防災ブックが結構ね、評判良かったんだよね。時々、防災ブックはなんかいいみたいなさ、評価のね、なんか話題が出る時があるんで、ああ、じゃあね、捨てちゃまずい、まずいかなと思いつつね、結局読まないんだよね。なんか、じゃあ読まなきゃな、じゃあ読まなきゃな、なんて言って、まあ最初もらった時にパラパラとは読んだんだけど、結構いっぱい書いてあるんでね、めんどくさくなって、めんどくさくなって閉じたんだよね。もうそれっきり見てなくてさ、でもそんないいんだったら読まなきゃな。だから積んどく状態だよね。積んどく状態でずっと読まずに置いてあったんだけど、まあ結局読まないからいいかと思ってね、捨てた捨てたんだよな。じゃあまたそれの最新版が届くっていう感じなのかな。地震の時の対策とかね、そう、なんかね、結構評判良かったよね。カニタンさん、海外の出張時は、高すぎて外食できない。ああ、確かにな。スーパーで買ったもので、野菜、安い野菜たっぷりスープを作ってますな。野菜スープは癒されるよな。サルさん、お風呂で地震にあったときは、洗面器かぶって逃げましょうと書いてます。履いてますよじゃなくて、なんだっけ、そういう芸人いるんでしょ？テレビ見てないからわかんないんだけど、なんかそういう芸人いるみたいじゃんか。ね、そんな状態で。じゃあ、桶は2つないとダメだな。いろいろ隠せるようにな。桶2つ用意しといて。で、かぶる用と3つないとダメなのかな。でも手は2つだからやっぱり2つかな。桶は2つ用意しておくべきかな。そしたらお風呂にな。
カニタンさん。そんな時に日本人って貧乏だなぁとしみじみと思います。そうだね。そうだね。だから今日もさ、秋葉原行ってさ、人いっぱいいんなと思って。で、ラーメン屋とかさ、並んでんだよ。だから、なんかね、有名なラーメン店なのかななんて思ってさ、メニューを見るとさ、普通に1000円以上するわけよね。うわー、ラーメン一杯に1000円以上すんだよ。それにさ、こんな人並んでんだよな。すげえなーってなんかちょっとな。で、多分並んでるのみんな外人さんなんだよ。で、ちょっと良さげなお店とかもあるわけよね。ちょっとここ高そうだなとかってお店もあるんだけどさ、そこに入ってるお客さんとか見るとさ、まあ多分外人さんだよね。多分外人さんだよね、みたいな感じね。もう、そっか、外人さんに日本の経済って今支えられてんのかなと思うとね、まあ、ありがたいけども。ありがたいけど、みたいなね、なんかちょっと肩身狭いなっていうね、感じしたよな。さゆりさん。カニタンさん、料理もできるのですね。グッドでございます。そうだよね。さゆりさんも料理するから、カニタンさんとさゆりさんはお話が合うかもしれないね。とってもね。てんたまさん。自分なんか海外に行ったら、スーパーにも入れず、道端の草を食べる。道端の草な。ただ海外に行ったら道端の草もさ、なんかね、毒なのかどうなのか。日本の草ですらさ、見分けつかないからさ、ね、トリカブトなんか普通にヨモギだかなんだかと似てるらしいじゃんか。ねえ、だから日本の草ですらさ、見分けつかないのにさ、それこそ海外の道端の草なんてもうわかんないから、私、道端の草すら食べれないと思うよ。海外行ったらな。ピョンさん。ネットショッピングはコンビニ決済。かっこレジで現金払い。使ってますが、セレブではありません。ネットショッピングはコンビニ決済なんだ。ね、いちいちほら、コンビニに行かなきゃいけないもんなっていうのがあるわけよね、コンビニ決済ってね。まあ、しょっちゅうコンビニ行く人なら、ついでに支払えるっていうので、別にね、不便ではないのかもしれないけど、私みたいに寒いから外出たくないっていう人はさ、コンビニ払いめんどくさいよなって思うんだよね。あれだっけ、コンビニ払いって手数料かかるんだっけ？手数料かかんないんだっけ？まあ、現金振込振り込みは手数料がバカ高いんだっけ今って。さゆりさん。ピョンさん、私もコンビニ決済使ってます。ね。だから、クレジットカードを使わない場合は、コンビニ決済になるのかな。あとはなんだっけ、着払いだったっけ、違う、代金引き換えだっけとか、そういうやつになるのかなと思うんだけど、なんかそのあたりの支払いは手数料かかるんだったっけどうだったっけみたいなね。なんかその時に、決済できないと、なんだろう、後で支払いの時に、なんか余計なもの買ったかなとかさ、余計なこと考えそうでな、その時に支払わないとさ、みたいなね。だからなんとなく感覚的に、確かにもうね、クレジット社会は終わりかなっていう感じがするんで、脱クレジットカードっていうのかな。だんだんちょっとクレジットカードをできるだけ使わないで、なんか過ごしてみようかなみたいなね。で、本当にいらなそうだなと思ったらね、もう解約しちゃってね、もうクレジットカードなしの生活にしようかなとは思ってんだけど、だから今ね、マイバスケットがさ、イオン系列のね、スーパーなんだよね。そうすると、イオンペイで支払いするのにさ、イオンのクレジットカードがないとね、イオンペイができないんで、まあちょっとね、ゼロにはまだできないのかもしれないけど、だからそのイオンペイの支払いやめて、それこそ現金払いにすれば、
もうクレジットカードいらないわけだから、もうそしたらね、いらないよな。いらなくねみたいなね、感じになってるよね、今ね。逃げましょう、グッド。道草。コンビニ決済。てんたまさん、デビットカード持ってると、いくらか楽ではあるかなと。デビットカードね。そう、デビットカードがそもそも使わないよなっていう感じでさ。まあ今まで持ってなかったんだよね。だからその楽天ペイにチャージするのに、デビットカード、楽天のデビットカードが、JCB だったんだっけ、なんだったっけな、忘れちゃったけど、JCB のカードだと、ファミマの、ポサカードを買って、で、チャージすると、なんか、ポイントダブル取りみたいなのがあって、で、それのためにわざわざ、デビットカード作って、それ用に使用してたけど、で、デビットカードもね、何日に使用するとポイントくれるみたいな、なんかそういう日があったよね。だからその日に当てて、そのチャージするみたいなことをやってた気がするけど、なんか今そのポイントをやってなさそうと思って、まあ調べてないかわかんないんだけど、なんか一時的なサービスだったのかなと思って、なんか今やってなさそうと思って、だから今ね、楽天ペイをね、使ってないよね。っていう感じ。だからもうペイペイ頼りっつうの。ペイペイだったら現金チャージができるから、もうペイペイに残高あれば、とりあえずなんとかなるわ、みたいなところでね。だからできる限りペイペイの残高を減らしたくないっていうところがあって、もうね、支払い方法がいろいろとね、考えなきゃいけないんでね。まあ、ややこしいんですよって感じな。カニタンさん。ちなみに学生やパートタイムワーカーの期間が長かったので、ハートで見えない。一月の、食費1万円の時期も結構長かったですよ。ちゃんとね、苦労した時もあるから、お金の使い方をね、覚えることができたよっていう感じかね。さゆりさん、私は週1くらいでコンビニアルバイトする時もあるので、ついでに支払ってます。そっか、バイト先がコンビニだからね。まだやってたんだ。すごいな。すごいな、忙しいのに、まだやってたんだね。藤子さんのフニータなど、買うときも使ってますよ。ね、そうだったね。そういえばね、コンビニ払いだったよな。ありがとうございますね。助かってますよ。おかげで助かってますよって感じだ。そうね。だからクレジットカード、脱クレジットカードをね、ちょっとずつやってはいるんだけどっていうところなんだよね。イオンのカードをさ、解約しようかと思ったらさ、あれ、ちょっとダメかも、みたいなね。だからさ、イオンのさ、ポイントがつくわけよね。で、ポイントが何気にさ、バカにできないっていうのかな。もうほぼ毎日のようにさ、イオンで買い物してるからさ。なのでな、まあ、それはそれで、とりあえず、まだ、なんかもういいや、ポイントなんかって思えるまでは、ちょっとね、しばらくはこの生活で、やっていくか、みたいなところでね、だん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 、クレジットカードは、手放してってる感じな。さゆさん、そういえば藤子さん、お手製のマフラー、とても暖かいですよ。ありがとうございますね。あれから作ってないっていうか、糸を入手できてないので作ってないっていうか、もうフニータのお店にすればいいのかと思ってね、なんかフニータ以外のものを置かなかったけど、なんだろうな、もう一個アカウント作れたりとかするのかなっていうか、ミンネがもうね、売れないんだよね。なんか海外の大手かなんかの人が
なんか出てきちゃってね、日本人の普通のさ、個人のハンドメイドの人がね、なかなか埋もれちゃって、それこそね、インプレッションしてくれないっていうのかな。そんな感じになっちゃってね。だからまあ、それのせいなのかもしれないけど、ジャンルを絞った方がいいのかなとか思ってさ、だんだんフニータ以外のものをね、売らなくなったんだよね、ミネの方でさ。だから、ハンドメイドで、フニータ以外のものは、もうメルカリとか、なんかそっちの方で売ったりとかしてたんだよね。でもマフラーはね、全然売れなくてさ、そういうのはだから逆にミンネとかの方のが、もしかしたら売れるのかもしれないよな。ね、てんたまさん、コンビニのバイトって大変そうね。大変そうだよな。ピョンさん、週1でバイト可能なのですね。でも大変そう。てんたまさん、来年はフニータ福袋に期待。ありがとうございます。フニータ福袋ね、今、絶賛ミンネで販売中でございますので、8日までですのでね、お急ぎください。狙ってる方はね、大変お得になっておりますので、2024円でね、フニータとフニアタとフニータケがね、手に入りますので、この機会にぜひご検討くださいませ。さゆさん、オーナーさんがご近所さん、の知り合いですので、気楽にできるのです。あ、気楽にできるならいいよね。逆にほら、ご近所さんでさ、知り合いだとさ、なんか辞めるのにさ、ちょっと辞めづらいっていうかさ、やめ時が、やめ時が見当たらないな、みたいのがあってね。あんまり知り合いのところ手伝うっていうのがさ、なんか辞める時のこと考えるとね、ちょっと躊躇しちゃうところがあるんだけど、まあ気楽なんだったらいいよね。てんたまさん、福袋あったのですね。はい、あります。福袋あるんですよ。ね、それだと何が届くかはお楽しみ状態でセットしてね、お送りしますのでっていう感じで、毎年、毎年っていうのかな、一応やってる、去年と今年はやってる感じなんだよね。で、年末年始、やってて、年末は、ウィークじゃない、イヤーエンドハッピーバッグ。年末は、イヤーエンドハッピーバッグって言って、フニーターの福袋ではなくて、そのハンドメイドのね、なんかエプロンとか、あと袋とか、とにかく作った、フニータ以外のものかな、をセットにして、福袋っていう風にして、フニータフにあって入れてたっけな、確か入れてなかった気がするけど、あれか、トイレットペーパーホルダーとか、まあいろいろね、フニータ以外のハンドメイドのものを詰め合わせた福袋で、で、年始は、フニータ福袋。フニータ福袋ね。今度はフニータ家も加わったんで、フニータ、フニャータ、フニータ家がね、いっぺんにね、手に入れられるようお買い得でっていうね、フニータ福袋を年始にやってるんでございますよ。2024円で今年はな。去年は2023円だったかな。2022円からやってたかな。てんたまさん、食費一月、1万円生活したら料理上達するだろうな。ああ、そうだね。そうかもしれないね。なんかゲーム感覚でできるからいいよね。なんかちゃんと1万円っていう風になんかして生活したことはないけど、だいたい、1食、1日250円だったかな。で、生活してたんだよな。250円だと10日で2500円だから、5000、7000、だから1万円は超えないよな。そんな感じで生活してた。で、飲食店で働いててね。で、だいたい1日250円ぐらいにしてるから、だから昼食は食べれないんだって話だったかな。なんかしてた時に、パートのおばちゃんが、250円じゃ死んじゃうわよっつって。
すげえ説教されたことがあるんだよなと思って。で、あ、そうなのと思って。250円って少なすぎんのかなとかって思ったことがあった気がするんだけどな。その当時はだから何年前だろうね。今よりもだいぶ前だから、全然ちょっと物価が違うかもしれないけどさ。さゆりさん、良い素材を見つけてうまく、料理かな。料理するのは難しそう。そうだよね。ちょうどいいね、食材がね、これとこれとこれがあればこれができるわみたいのが、ちょうど全部安くね、手に入ればさ、いいけどさ、これ高いんだよね。これ作るにはさ、これ高いんだよね、みたいな時ね、なかなかやりくりするのがね、難しいよね。でもまあ、それをできるようになったらね、料理上手になりそうだもんな。てなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、明日は SL に乗るのでね、宇都宮着がだいぶ遅くなるので、きっと帰りも遅くなるのでね、明日のライブはお休みします。なので、次回も楽しみにしていただけると、嬉しいよ。一人暮らししたことないので、一人暮らしをすると料理もうまくなるのかもです。あ、そうだね。一人暮らししないと、ほら、料理する必要性がないからね。てんたまさん、ふみこさんはそこら辺はきっと達人なそうなのよね。達人になっちゃったよね、おかげさまでね。さゆりさん、明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。てんたまさん、今夜もありがとうございました。ご安全に。はい。では、次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。